では10分で、書いていきたいと思います。はい。まず最初の1個目、この女性のやつですね。みんなどういうところから見ますかね。僕はね、やっぱりね、まずはこの部分と、このカーブが実は大事よ。みんなこのカーブ、これでどうなるんだっていうね不安になるかなみんな。で次、この内側のね、この顎あたり取るかな。顎あたりの位置結構重要。腕で次、内側のこの肩のこのライン、なんだこれは最終的に何になるんだ。みんな不安じゃないですか。顔さえなんとかなるやね、なんとかなると思うんですよね。そうあとはね、なんかちょっとしょぼくてもね、なんかどうにかなると思うんですよ。でさっきのやっぱ絵を揃えない、形を揃えない、この指とか描きたくなっちゃうでしょ。次ちょっと置いとく。ここら辺でちょっとね、全体を見渡してみてバランスを取る。あとはもうじんぐりにこう適当に詰めていくだけだよね。そのポイントはやっぱりね、一箇所にとにかくとどまらないってこと。常に流動的に、常に全体を見て、常に把握して、バランスを取っていく。一箇所に固執し始めると、そこでなんかね、絵が止まっちゃうんですよ。止まっちゃうっていうか、じゃないの、目線が常にずっと移動してる感じ。こう常に全体のバランスを見て、常に大丈夫なとこないか。俺まだ一回も消しゴム使ってないでしょ。ノーイレーズねノーイレーズですよ今。まだここから一回も消しゴムを使わずにどこまでいけるか。最初のこの線が、大概の人はみんな多分弱くなる。この線が描けない。みんな抽象度っていうのはざっくり見るってことが弱くて、おそらく俺の予想だと大体立ってくんだよ。この絵が頭と胴体と体がこうだんだんまっすぐになって立っちゃうの。こう立ち上がっていくのじゃなくて、もっとこう重なってるっていう、この角度がとにかく描けない。だから最初に細かいとこ見ちゃダメ。もう最初からもうこの隙間のこの形を見るの。だから僕最初この四角描いたでしょ。この四角ってフレームなんだけど、そういうこと。その全体を見るための、全体の形の向きを見るための実は目安で、実はこれ格子なんですよ。格子書きの一番大きい枠だと思ってください、このフレームっていうのは。それで言うと、僕には最初にこの今青く塗ったこの部分が、透けて見えて、こういう形でこうジュッとこう切り取っちゃうんですよ。指描くときちゃんと揃えないで、描く。でしかも指をね、全部描ききらない。間抜けてもいいんです。全然こういうとこ隙間描ききらないんですよ。隙間抜けちゃってていいんです。最初の塊描いたから、あとは、あとね、人差し指だけ、関節ずれてるっていうのがポイント。それ以外の3本は結構関節が揃っていいんだけど、1本だけずれてんだよ。それが結構ポイントですね。人差し指以外の3本を、まとめて、捉えて、人差し指だけずらすっていうのがポイントです。そうすると形にしやすいです。なるべくひとまとめに見る。そして、だから最初見たようになるべくひとまとめで見るのは同じ。ごまかすために、ヘボさをごまかすためにちょっと影つけますか。最後の1分にちょっと完成品っぽくするために。大体影つけるとね、どんな下手くそな絵でもうまく見えますから元も子もないほんと。大体こうやって色塗ると、どんなちょっとしょぼい絵でも少しマシになるから。みんなそうなんでかっていうと、線がいっぱい増えるからごまかされるんですよ。目がいろんなとこ覆えるんで。だから僕の添削ってなるべくこういう影付けなるべくしないんですよね。影の量は心の弱さと僕のこういうとこのそうほら大体完成です。はい、次花はね、単体でやっぱ見ちゃうよね。じゃなくてパッと見てさ、こうパッと見て、僕だったらまず手前のこの3つを1つのこの、で次この奥の4つ、これがねどうフレームに対して配置するか。手前の3つ、次奥の4つ、これがいかに具合よく雰囲気よく配置するか。こんな感じで、こんな感じでもうまとめて群れとして見ます。というのも、最初にパッと見の印象、そこに目いきません？この3つとこの4つ、これも見えないこともないけど、俺はそう見えたっていう最初の印象を大事にする。その後にだんだん細かいのを後で足していく。そうっていう風に僕には最初に見えた。特に一番パッと目についたのはこの1個で、花難しいよね。丸
楕円ぐらいの形で描いてきます。楕円がいいと思う。丸を花の最初の第一ステップとして当たりとしてこのぐらいからいくよ、で徐々にその他のものでさっき言ってたようにやっぱり形が揃わないようにする、で、今は丸をひたすらこう丸で花の位置を決めてます。常に全体をイメージして意識して、でやっぱり最初言ったようにこの3つ、そしてそれを際立たせる4つっていうこの、配置は正確に描くっていうことも大事なんだけど、正確に描くっていう以上にこの絵をどういうふうに作っていくか、構成ね、をどのように、最初のこの3つに目がいくかっていうその作戦を考えるんです。どういうことかな。簡単に言うとこれは洋食なのか和食なのか分かんないけど、意味わかんないかその説明、要するにこの3つに目がいかなきゃ終わりなんですよこの絵はねっていうことにちゃんと意識しながら、で次この中の花びらじゃなくて花粉の部分っていうのは真ん中よりもちょい奥にあります。こう真ん中よりちょい奥で、そこに向かって花びらがこう奥にあると思ってください。このっていうふうに構造を次理解して徐々にこの花びらを足していきますっていうふうに書いていくとだんだん多分みんななんか形見えてきた。ちょっとずつ手前の花びらは圧縮というかな詰まってるんですよね。その感じがねなかなかみんな花とかこの植物描くとき描けない。あくまでこの3つに目がいくように意識しながらディテールを詰めていってます。例えばこの今見えてる茎の部分っていうの、茎の部分なんかは本当にここにもう何回も言うようにこの真ん中に目がいくように配置して、なおかつこの隙間自体も常に単純な、形にならないように、隙間そのものも不揃いになるようにちょっと意識してます。わかるかな。ちゃんとここの3つに目がいくようにってことを常に意識してるんですよ。あとねやっぱり最初の3枚っていうのをしっかりディテールを詰めて書いといて、奥のものになればなるほど少し線とかを弱めにするっていうのかな、タッチとか少なめにするとか、手前のものほどしっかり描く。手前に一番見せたいもの、特に一番見せたいこの3つほどしっかりと、ディテールを描いて、線が多ければ多いほどそこに目いくんで立体感しっかり描く。次にこの奥の4つっていうふうに優先順位をある程度分けて、それに合わせてディテールを詰めていきます。案外その隙間の部分だよね。隙間の部分が大事で、よしこのもんでどうですかね。言いました。いやだからもっと時間があったらちゃんと書くし、10分だとこんなもんかな適当逃げだ。はい次行きます。はい行きますよ。次家。時間なりに書くっていう方法ね。もう時間があったらあとだから1分でもこれで絵になってるわけで、10分あんだったらそこまで書くと、で20分あんだったら20分なりにもっと細かく書く、1時間あんだったら1時間なり、3日かけていいんだったら3日なりにっていうふうに絵ってもういくらでも時間に合わせて描けるってことなんですよ。次これね、これねどう使うんだっていうね、時間をどこに一番この絵に重きを置いて使うんだっていうところを見てほしい。大きく言ってまずは、このまず一番家が描きたいよね。で家のパースをどのぐらいなのかっていうのをすごい面倒くさく決めてもいいんだけど、ざっくりとこの絵、こんな感じで、空と建物とあと道路っていうのを分割します。こんな感じで空と建物と道路を分割します。面積を。その上で次に、空間を意識してみます。パース間をね。厳密に言うとレベルとかいろいろあるんだけど、エリアを分けてきます。こんな感じで。さっきも言ったけど、この時間しかないんだったらどこまで優先順位何が大事でどこまで何ができるのかっていうことが大事なのね。だから早く正確に書くとかそういうのとちょっと違うと思うんだよね。っていうよりはそれが大事なのね。この絵の肝は僕が今最初に書いてる面積を分けたその時点だったり、するということね。だからこれは僕がただ慣れてるからなんとなくひょいひょい書いてるだけであって、
皆さんも、同じ手順で書いてほしいの。下手というか、こんなにさっさと不慣れだろうからこんなにさっさと書けないと思うんだけど、そうじゃなくて、手順は同じように書いてほしい。これがもっとぐちゃぐちゃになったり、もっと何度も書き直してもいいんです。手順は同じです。手順を見てほしいんですよ。手順、流れ。そういう手順で書くと間違いが少なくて、正確にというか、書きやすいんだなっていうのを覚えてほしいのね。そういう手順で書くのねっていうのを見てほしいの。そこに実は秘密があるというか、みんなと多分見方が違うっていうところだったりするのね。ざっくりとこのエリア分けするっていうのかな、最初のこれをね。僕がアニメーターになりたての頃はこのくらいのやつを30分で書いてましたね。大体の形にするのに新人動画マンの頃ね、パースの練習というか風景の練習やってましたよね。その時にこれ大体そのぐらいで書いてましたね。とにかくこういうのって早く正確にというか書くことによって資料を使うスピードががぜん速くなるから、結果として作業スピードがめちゃくちゃ速くなるわけですよ。なのでトータルとして結局絵を上げるスピードが速くなるから、簡単に言ったら、仮にアニメーターの人だったら食いやすくなる、食える確率が上がる窓とかみんな四角でさパースとか書いちゃいがちじゃないですか。もうね、最終的に丸でいいからね、こんな感じで丸とか楕円とかね、もう時間ない時はこれで見えるから窓に。あと案外量感とかこれでつかみやすいから、ほらこれで場所ある程度決まるじゃないですか。でそこからちょっとこうディテール足したりとか、ちょっとしっかりと形作ればいいんであって、バランス取るためには実はこういう丸とかで案外いいんだよね。この柵困っちゃうよね。柵はもう一発書きの空間ビートである程度いきますが、最初にこの大きい柵だけこう円に描いちゃいます。細かい柵はもう見えるか見えないか分かんないんで、もうタッチです。最後はこう回しながら、あってもなくてもいいぐらいによしできた。次これ最後です。これ書きやすそうだね。人間最初のこのね四角の模写っていうのが結構難しいかも。このフレーム大事よ、みんな案外。これでね比率決まるから。でそれでもうここで格子書きですよ。同じなんですよ、書き方っていうか手順って決まってるんです。絵なんだから自由な解釈が許されるはずじゃないんですよ同じなんですよ。ある程度正確に書くためにはおそらく同じ、ある程度スピードを持ってある程度正確に書くためにはおそらくどんな人も同じ書き方に大体なっていくはずです。あとは熟練度によってその程度が、これでね実はね片目で絵って支配できるんですよ。奥の目ってどうなってんだろうってみんな気になっちゃうでしょ。気にしなくていいんだよ。そもそもこの頭に対しての目の位置っていうのを決めりゃね、もう全部決まるわけ。口も決まるし、鼻も決まるし、奥の目とか気にしちゃうでしょみんな。なんで気になるの気にしなきゃいいんだよ最初からあんだからどっかにはそう、どっかには目あんですよきっと。だから気にしないそうで、あとねこの内側攻める時のポイント、内側を攻める時のポイントですけど、肌色とセーターの濃い色っていう風にもう面で分けます。肩がどうなってるかみんな考えちゃうでしょ。考えちゃダメ。考えれば考えるほど自分の肩の形変えちゃうから。じゃないの。この肌色を白、ホワイトで、この濃いセーターをブラックぐらいに2回超過してください、自分の脳みその中で。で、それをただひたすらに、書いていきます。白いそう白いよただ手っていうかこの肌色がね。で白いとこと濃いとこの比率を見るんだよ。でおおよそよくあるのがだいたいこの肩が、僕もちょっと今そう書いちゃったんだけど、頭に対して肩がどんどんこう下になっちゃうからダメです。もっと上です。そういう風になりがち。それはどこで見るかっていうとやっぱこの隙間なんですよ。この隙間で見る。こっちは人間だからね、これ簡単だからね、余裕ですねこっちはね説明する暇があるでメガネはねどう描けばいいか。メガネ丸なんだけどこういう当たり取ってもいいし、どこがどうなってるかなっていうことを意識すればするほど自分の絵になっちゃうんですよ。じゃなくてもっと抽象度高めて間を後で埋めるぐらいの気持ちでいた方が
結果としていい形になります。タッチに逃げちゃうんだよねとか、その細かい線に最終的にこのセーターだったらセーターのこのなんか縫い目じゃねえなんつうの、こういうのとかさ、いやそれはどうでもいいとこですよ本当。まずは全体のフォルム、バランス、面積の比率、バランスで見るというか、そうだね、全体のバランスで見るっていうことですかね。さっきも言ってるけど、その細かいところに固執しないってこと、常に全体から徐々にディテールにいく。指の関節とかもう後々ですよ本当、最後の最後、今ですよ書いてるの本当。案外大事なのがね、さっき肩の人なんか質問してたけど、こういうところの関係性、縦軸でこう見てた時の、横軸で見た時の肩とどこが対応してんのっていう、このどこで対応してるの、格子書きの発想ですよね。それが案外やっぱりずれていくと形ね崩れます。そこなんですよ、意識するところって。自分がその肩をどう理解してるかなんかどうでもいいんですよじゃあそんなところで終わりました。はい、お疲れ様でした。こんな感じで皆さんもね、どれも僕最初にフレーム書いたでしょ。そう、それすごく大事です。フレーム、どれもフレームなんかね、みんなフレームなしでいきなりなんか人間をこうやって描き始めるんで、きっとこういうふうにこう、そうするとなんかあれみたいな感じで、なんかあれみたいになってくるのね。っていうのもなんでかっていうと、これさ、だって枠組みこう取ったらさ、この箱の形全然違うじゃん。この箱の形って結構縦長ですよ。この箱の形がちゃんと描けないのに、この形を模写できないのに、中のもっと複雑な情報を模写できるはずがないでしょ。そっから実は違うんですよみんな。そこがね多分ね根本的な発想の違いなので、それをキュッとこう、もう何回も言うけど切ったでしょ、こうやって。この比率が第2ポイントで、間違ってたらやっぱりその後どうそれを10分だからね、やり直し聞かないからね、どう工夫したところで絶対ダメですよ。この中っていうふうにだんだんだから次にようやくこの中なのねっていうふうに、最低限フレームね、四隅だよ、四隅と、あと面で切る、四隅と面で切る、フレーム作り四隅と面で切る、この2点をちょっと意識してみて。みんな絶対俺のこの話聞いてもやっぱこうなる人多いんだよ絶対なんかイエーとかって書き始めるんだよ。なんか、ね、イエー書けないとか言って、なんか定規とか当て始めてさ、定規って始まる、アイレベルどこかしらなんて始まるわけ。みんないいよそれ、アイレベルとか決めてもさ、いやアイレベルじゃねえだろって。まずはこの四隅全体を切る、上にこのぐらいっていう構造です。これはそういう構造でしょ。こういう絵の構造ですよ。そこにディテールを足していくわけ。いくら定規当ててなんかやってっていうのに、なんか空全然なかったり道全然なかったりしちゃうよ、そういう人って。あれなんか道とか空とかどこ行ったみたいな。そうするとこの絵そのものが崩壊しちゃうんですよ。この絵そのものの意味が変わってしまうんですよ、全く。そういうところからまずやってみましょうかね。必ず四隅枠っていうのがそのままレイアウトの練習じゃないですか。みんなね、レイアウトがなんで書けないか、結構ほとんどの人がレイアウトを書けないんですよ。これがレイアウト得意な人って俺あんま見たことないんだよね。なんでレイアウトが書けないかっていうと、こういう練習してないから。レイアウトっていうのはこの四隅ってことで、レイアウトってことは四隅に対しての4点に対してのこれっていう発想法なの。レイアウトっていうのはそもそもにしてじゃないの。みんなはこれを練習するんだよ。これをただひたすらに。いくらこれ練習したところでレイアウト絶対うまくならないですからね。四隅に対しての本体っていう発想法をしない限り絶対にうまくならないです。でこれはほとんどの絵において、ほとんどのレイアウトにおいて、ほとんどレイアウトっていうのはあれね、例えばはがきに絵を描くとか、ピクシブであるとかさ、アニメーションであるってさ、漫画であったりさ、絶対四隅ってあるでしょ。今時のこういう 2D カルチャーにおいてさ、絶対にフレームってあるんだよ。逃げられない。絶対収まりってことね。簡単に言うと収まりを意識するためにはこういう練習方法が絶対大事です。なんでみんなが描いてるのっていうのはこのキャラクターじゃないんだよ。このキャラクターじゃないの。この四隅に対してのこのキャラクターなんだよ。そういうことを本当に意識してほしいと思いました。そこがないとうまくならないでしょうと思います。はい、以上です。じゃあお疲れ様でした。この
説明は終わります。はい。